ですから仏教で説かれる功徳や利益というものは一見すると大したことのないようなものに思ったり、ちょっと突飛なものであったりすることもありますが、そういう功徳がなぜ示されるのか、そういう功徳を衆生や菩薩たちが得てなぜとても喜ぶのか考えてもらうと良いのではないかなと思います。結局私たちはどんなに恵まれた環境にいても、その恵まれた環境のありがたさが分かっていなければ真の喜びを身に受けることはできないのだろうと思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第72回です。今回は分別功徳本第17についてお話をしていきます。分別功徳本第17ですね。前回は如来寿量本第16についてお話をしました。仏様の寿命、つまり仏様の教え、仏法が永遠であるということが示されたわけです。これで誰もが救われる平等の教え、かつこちらが真を持てばいつでも救われるという教え、永遠の教えが法華経の中ではっきりと示されたわけです。分別功徳本第17の前の前の章である十地遊十本第15の後半から如来寿量本第16、そしてこの分別功徳本第17の前半、これを一本二半と言いました。この一本二半は法華経本門の小宗文にあたります。ちょっと復習をしましょう。お経には3つの段階があります。それが序文、小宗文、流通文の3つです。序文ははじめに、小宗文が教えの内容、流通文はこの教えをどのように広めるか、また教えを広めるとどのような功徳があるのか、そういったことが説かれた部分になります。この3つの段階があるんですね。この分別功徳本の前半部分は小宗文にあたってるんですね。その前半部分では、先の如来寿量本で示された久遠実情、仏の寿命が永遠であるという説法を聴聞した方々が、そのありがたい説法を聴聞したことによって、様々な功徳を得ていく様子が示されていきます。あまり構造的な話をするとややこしくなってしまいますので、早速本文に入っていきましょう。分別功徳本第17の冒頭は次のように始まります。その時に大へ仏が寿命の骨種の常温なることは格のごときなるを説きたもうを聞いて、無量無辺遊ぎの衆生は大尿薬を得つ。その時説法の大きな絵座の中で仏が私の寿命の功の数が長く遠いことはこれこれこの通りであると説かれるのを聞いて、無量無辺の多くの生きる者たちは大きな利益を得ましたと。つまりこの部分は如来寿量本の説法のことですね。如来寿量本の説法を聞いた多くの方々が大変な利益を得たということです。ここからそれぞれの衆生や菩薩たちがこれこれの功徳を得ましたということが段階的に示されていきます。例えば、時に世尊弥勒菩薩摩訶薩に告げたまわくと。釈尊は弥勒菩薩に次のように告げられました。我がこの如来の寿命常温なるを説くとき、680万の苦難言うた豪華者の衆生は無償放任を得たりと。私がこの如来の寿命は長く遠いと説くときには、680万の苦難言うたのガンジス川の砂の数に等しい計り知れない多くの生きる者たちが一切の諸法は不生不滅であるという真理を悟ったというんですね。とてつもない数の衆生が如来寿量本第16の説法を聞いて、いわゆる仏法やその真理は不滅であることを悟ったと。無償本人を悟ったというわけですね。また、千倍の菩薩摩訶薩あって、文字だらに門を得たり、また一世界未人種の菩薩摩訶薩あって、
行説無義弁済を得たり、またその千倍の菩薩が物事を聞いて決して忘れないというダラニの訪問を得た。また一世界を微塵にしたのと等しい数の菩薩がいかなる障害があろうとも自由自在に法を説く弁舌の力を得たというんですね。受領本のこの説法を聞いて文字ダラニ門を得たと。また行説無義弁済を得た菩薩様たちがおられたというわけです。このダラニは一種の記憶術のようなものです。すべての物事を深く心に記憶して忘れない力になります。ぜひこういう力が欲しいなと思います。覚えるのは大の苦手で忘れるのは大の得意でございます。先日も購入した本を読んでいて、これはなるほど素晴らしいことが書いてあるなと思って、もう満足いっぱいで読み終わりまして、本棚に収めようと思ったら、その本棚に同じ本がありました。余談が過ぎました。で、別の菩薩様は、これは行説無義弁済といって、どんな状況でも自由自在に説法ができる力を得たとあるわけです。これも素晴らしい力でありまして、どういう状況にあってもしっかりと説法ができる、話ができるというのは羨ましいな、そういう力が欲しいなとつくづく思います。なんだか反省させられるような内容ばかりですね。このような形でそれぞれの主情たちが如来寿量本第16を聞いて、それによって様々な功徳をいただいたと示されていくわけです。そしてその功徳が示された後、空よりマンダラケ、マカマンダラケの花が雨のように降ってきて、釈尊や他方如来はもちろん、法華経を聴聞している聴衆たちにも降り注ぐんですね。その他にも大変良い香りが充満し、天句とい言いまして、天の太鼓が自然に鳴り響いたとあります。大変に荘厳な風景ですね、様子でございます。そして今度は弥勒菩薩の方から釈尊に皆が如来寿量本第16の説法を聞いて大変な功徳を得ましたと、そういうことを改めて今度逆の立場から申し上げるわけですね。弥勒菩薩は段階的にこれらの衆生はこのような功徳を得ました。またこれらの菩薩はこのような功徳を得ましたと丁寧に申し上げていきます。その中には不退の位を得たというそういう菩薩様たちも出てきます。この不退の位は、詳しい説明になりますと、52位の修行の段階があってなどのこの説明になってしまうんですが、意味合いとしては決して退かないこと、教えを信じてその教えを手放さないことというような意味になります。くじけず怠らないで行ずるというそういう意味でもあります。以前にもこの法華経の話の中で覚悟をすることという話をさせていただきましたが、この不退になるというのはとても大事なことだろうと思っています。こういう生き方もできるのではないか、ああいう生き方もできるのではないかと思うことは、これはもちろん決して悪いことではないんですが、しかしどこかで今自分に与えられたこの自分自身を生きていかなければならない、そういう覚悟も必要だと思うんですね。この不退の生き方を菩薩様は如来寿量本第16の説法を聞いて、これを利益、功徳として得たというわけですね。で、これらのような、ここに申し上げてきたようなその功徳というものを聞いて、なんだそんなことか、功徳というものはそういうものかと思ってしまったら、これは良くないわけです。利益や功徳というのは私たちが日頃欲しいと思っているようなものではない場合があります。またちょっと聞くとあんまり大したことないようなそういったものでもあったりするんですね。でもそこが大事なんです。自分たちが日頃欲しいと思っているようなものは、これは自分自身にとって良いものであるかはわかりません。こういうふうにやってみようと思って実践してうまくいったようでも、後々になってみればあまり意味のないことであったなんてことはよくあります。それから割と年を重ねてきたりすると、実は大したことないようなことが人生の上で非常に大きな意味を持ったりする、大きなあり方であったりするわけですね。不退の生き方なども若い人が聞いたりすると、なんか未来のないような話に聞こえるかもしれません。一種の諦めのような、そういったようなものに聞こえるかもしれないんですね。しかしそうではなくて、この不退というのは仏教本来の諦め、
つまり自分自身を明らかに見るということの結果、不退でなければいけないであろうという、そういった思いになるわけですね。ですから、仏教で説かれる功徳や利益というものは、一見すると大したことのないようなものに思ったり、ちょっと突飛なものであったりすることもありますが、そういう功徳がなぜ示されるのか、そういう功徳を衆生や菩薩たちが得て、なぜとても喜ぶのか、心から歓喜するのかということを考えてもらうと良いのではないかなと思います。さて、弥勒菩薩が様々な衆生が様々な功徳を賜ったことを申し上げた後、先ほどと同じように美しい花々が降り注ぎ、良い香りや太鼓の音などが響き渡るわけですね。で、ここまでが一本二半、つまり法華経本門の召集文にあたります。ちょっと振り返りますが、十地遊十本第15の冒頭に自由の菩薩が出現しました。その自由の菩薩があまりに立派な姿をしていますから、弥勒菩薩が聴衆を代表して釈尊に質問します。ここまでが本門の序文です。続いて十地遊十本の後半に入っていきまして、本門の召集文一本二半になります。自由の菩薩が出現した理由として、如来寿量本第16にて苦音実情が示されます。その仏様の寿命が長音であることが示されたことをもって、この分別功徳本第17では、その説法を聞いた聴衆たちが得た功徳が示されたわけですね。では、ここから本門の流通文、分別功徳本の後半部分に入っていきます。本門の流通文では、先の召集文の最後のところで、様々な功徳が示されたことを受けて、今度は法華経を流通することで得られる功徳、特に初心の修行者が得られる功徳について重点的に説かれていきます。その功徳というのが指針5本になります。まず最初の指針。これは現在の指針と言います。現在というのは釈尊が今法華経を説いているその時に初心の修行者の功徳として4つある、4つの段階があるというわけですね。この4つは一念心下、略下言宗、行為多説、人心感情の4つになります。では実際にお経文から見ていきましょう。まず釈尊は弥勒菩薩に次のように仰せになります。それ衆生あって、仏の寿命が長音格のごとくなるを聞いて、ないしよく一年も信下を生ぜば、得るところの功徳は限量あることなけんと、多くの生きる者たちがいて、仏の寿命が極めて長いことを聞いて、たとえわずかでも信じて理解する心が生じたら、それによって得られる功徳は計り知れないであろうと。この一年は極めて短い時間のことを言います。この如来寿量本第16の説法を聞いて、ほんの少しの間でも信下せば、そのものが得る功徳は莫大だというわけですね。その莫大な功徳は、計り知れないほどの年数の間、大変な修行をして得た功徳の100千万億倍もの功徳であると、釈尊は補足されるんですね。さらに下をもって補足するほど、この一年信下について念入りに釈尊は説いていくんですね。続いて、もしも仏の寿命の長く遠いことを聞いて、その深い意味を了解する者がいれば、その人が得る功徳は限りがなく、よく如来のこの上ない知恵を得るだろうと釈尊は説かれます。で、これが略下言宗ですね。続いて、もし広くこの経典を聞いて、人に聞かせ、自らも保ち、人に保たせ、様々な方法で法華経を供養する人は、仏の最高の知恵を得るだろうと釈尊は説かれます。で、これが行為多説。最後に、もしも如来寿量本の説法を聞いて、深く心に理解して信じたならば、仏が領受線にあって、常に説法をしている様子を見ることができるであろうと。こう釈尊は説くんですね。で、これが人心感情です。一見すると一年信下と人心感情同じような感じがするかもしれませんが、一年信下は一年、最初のほんの短いその時間信下する。で、人心感情は大変に深い心によって
行が上ずるという、そういう意味になります。で、ここで大事なことは、皆それぞれちゃんと功徳を得るということができるということがもちろん、それから実際には明らかにこの一念心下のところにウェイトが、釈尊の説法のウェイトが置かれているということになります。で、実際、先ほども申しましたが、明らかに一念心下のところがお経文も長くなっているんですね。で、このことを覚えておいていただけたらと思います。続いて5本になりますが、これは滅語の5本と言います。滅語というのは釈尊の滅語、初心の修行者たちが得る法華経を聞いて得る功徳というものですね。これが5本、5つの段階があるというんですね。5本は随喜本、読受本、説法本、兼行六度本、商業六度本の5つになります。では順番に見ていきましょう。このように説かれています。如来の滅後にもしこの経を聞いて起死せずして随喜の心を起こさば、まさに知るべしすでに人心下の相をなすと。如来が入滅した後にもしもこの経典を聞いて傷つけたりそしったりすることなく心から喜びを感ずるならば、心して知りなさい。すでにこれこそ深い心下の姿であるとあるんですね。深い心下の姿がそこに示されている。喜びを持てばそれが心下の姿となるということなんですね。で、これが随喜本です。次に、ましてや経典を読受し従事する者の功徳はなおさらであると釈尊は説かれます。で、これが読受本ですねになります。釈尊の滅後なので読受が出てくるんですね。釈尊がおられる時代は釈尊の説法を直接に聞くことができますから読受はありません。続いて、私が入滅した後この経典を聞いてよく従事し、もしは自らも書き、もしは人に書かせることがあればとこう説かれます。これがいわゆる他者に対して行うことになってきますから説法本ですね。で、さらに続いて、ましてやある人がいてよくこの法華経を従事し、さらに六度、六波羅蜜を行ずる者は言うまでもなく、そのような人の功徳は最高に優れていて、到底計り知ることができないとこう説かれます。で、これが兼行六度本。最後に兼行六度本以上に正しく法華経を行ずる人は仏の知恵を得て、かつ難しい問いにもよく答えるものになるであろうとこう釈尊が説かれるんですね。で、これを商業六度本と言います。こうやって見ていきますと、先ほどの現在の指針と今回のこの滅後の5本は対応していることがわかるんですね。現在の指針の一念心下は滅後の5本で言いますと随喜本と読受本にあたる。それから略下言種は説法本にあたる。そして行為多説は兼行六度本。人心感情は商業六度本にあたるとされるわけです。随喜本、読受本は現在の指針でいうところの一念心下。説法本は現在の指針でいうところの略下言種。兼行六度本は行為多説。商業六度本は人心感情という、こういう対応があるわけですね。つまり、釈尊が説法を説かれている現在でも、釈尊の滅後になって法華経を従事する者も同じようなその功徳をいただくことができるんだということになるわけです。そしてこれらのことを下がまた説かれまして分別功徳本は終わるわけです。で、今回は繰り返しの部分がちょっと多くなりますので大幅に省かせていただきました。それで先ほど現在の指針のところで一念心下に非常にウェイトを置かれて釈尊は説法をされているっていうことを申し上げました。なぜかというと、この一念心下、そして滅後の5本の随喜本というところがとても重要だからなんですね。そのことがわかるのが、この分別功徳本の次章、次の章の題号の名前なんです。次の章が随喜功徳本というんです。つまり、
この随記本の随記と随記功読本が対応している。この随記本のことについてわざわざ一章を取って、一年信下と随記本のことについてわざわざ一章を使って説法されているということになるんです。なんだ、一年というとても短い時間で信下するだけ、随記するだけのことであろう。何がそんなにありがたいことなのか、難しいことなのかと思われるかもしれません。この随記というのは、心から喜ぶことを言います。では、仏の説法を聞いて、心の底から喜ぶことができるかというと、それは仏の教えがたとえ理解できなくても、その教え自体が本当にありがたいものだと思っていなければ、実は真に喜ぶことはできないんですね。つまり、そのもののありがたさが本当に分かっていないと、たとえ一瞬でも、一年でも心の底から喜ぶことはできないということがあるわけです。ある方がおっしゃっていました。自分は一生懸命働いて、とにかく成功だけ目指して頑張っていたと。食事は外食をして、随分と豊かな生活をしていた。たまに実家に帰って親が作ってくれた食事を見ても、みんなを連れて外で食べようということで外食をしていたと。ところがある時、いろいろなことがうまくいかなくなって、多くのものを手放さなければならなくなった。失意のもと実家に戻ったら、親が一杯のお味噌汁を出してくれた。その時、お味噌汁の本当の美味しさを知った。嬉しくてありがたくて涙が止まらなかったと。結局、私たちはどんなに恵まれた環境にいても、その恵まれた環境のありがたさが分かっていなければ、真の喜びを身に受けることはできないのだろうと思います。法華経を聞いて一年でも信下せば、随記する心があれば、これは逆説的に考えると、法華経を聞いてあなたは一年でも信下することができますか、随記することができますか、そのような素直な心を持っていますかと問いかけられているように思います。では次回は随記功読本第18に入っていきます。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。